にちは。今回は当時マタンザブローは仮面ライダーになりたい第9話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。すげえ面白かった。神回やな。タックのパンツは来週かよ。もうに決まってんのかなこれ。作品の理解度が一番低い先生が一番ちゃんとしたタックルの衣装を着てるんだよな。理解度が高いと格好に頼る必要がなくなるからな。来週でトーナメント編終われそうだな。原作だと結構長いけどテンポ良いね。今日も暑かったな。なんか知らんが体重が 500g くらい減ったわ。すごいアニメ作っちゃったなこのスタッフ。なんかここまで強引だと仮面ライダー教とか起こせそうだな。ボームがアニメネタとかまで盛り込んで布教活動してたから、そのあたりはシャレにならない。面白いんだけど疲れるんだけど、これ見てるとだれないようにどんどん作画カロリー上げていく感じよな。男女関係なく殴り合ったり投げ合ったりするのか。これは実質プロレス意味深なのでは。フィニッシュ。タックルはああいう熱さがないけど勝てるのか。ライダーはないけどタックはめちゃくちゃありそう。恋打ち時間だった。今週いつも以上に面白かったな。このトーナメントにヤクザショッカー突っ込んだらどうなるのと。 X とかアマゾンは出ないんだろうか。2号の立場は変身ポーズは2号だからセーフ。異常者が異常者ムーブしてる時が一番面白いから、ほんま怪人いらんな。怪人も異常者ムーブし始めるけど、そこまでやらんやろな。怪人もだが居酒屋のやつもいらんやろ。あいつ常識人だからただただかわいそうだったわ。異常者を際立たせるためには常識人も必要だぞ。秘宝あと3話。来月でヒロスとライダー最終回とか、1クールあっという間やな。もし RX の異常者いたら大変やな。ステーキハウス経営してそう。異常者扱いすな。東島とか40代でも昭和ライダーってどれも世代違うよな。だいたいブラックか RX とかそのあたりやろ。 Y はゴリゴリ平成ライダー世代やけど、40代とかだとそもそもライダーがなくて、ビデオ世代とかメタルヒーロー世代と変わるからな。 V3 の声本物やったわ。ライダーマンの声も本物だったらね。1号と V3 はオリキャスや、ライダーマンの人はもう奇跡に入ってる。ライダーマンの中の人もう亡くなってたっけ。未だに元気な1号と V3 の中の人がおかしいだけなのもある。ほんまその2人だけ生命エネルギーが団地やからな。でも最近アマゾンがアンヌ隊員と結婚しとったな。さすがに藤岡弘も宮内も老けたけど、まだまだ元気やな。格闘技がどうとかじゃなくて、より仮面ライダー度が高い方が強いのおかしくない。まさか Y が求めてたスクライドのノリをライダーが見せてくれるとは。この世界の仮面ライダー俳優ってどういう扱いなんやろな。本物のライダーなんかな。仮面ライダーは仮面ライダーや、演じた俳優なんかおるわけないやろ。ヨクサルのこといろいろ考えてたけど、ヨクサルの作品は映画に例えるとパルプフィクションかな。主人公格が複数いて、どれも濃いエピソード。パターンにとらわれず自由にやりつつこじゃれた会はタランティーノに近いのかも。だって作中に異常者しかいないんだもん。さすがにゆかり強すぎんか。前回のショッカーの強さはの通り、ただの JK 強化しても使えねえな。今は面白すぎるわ。アバントー島の顔完全にヤバいおっさんだし、 JK にあの顔は変質者しかない。ライダーマンって最初 V3 の敵だったのか。2戦しか終わらなかった。次回はタックル戦だけなんだろうか。なんちゅう暑苦しい戦いだ。笑いが止まらん。顔面に男女平等パンチ一発で強鎮からキスで覚醒。しかしよく猿のダサい感じは随分消えてるな。原作未読だから結末に驚いた。てっきり1号と V3 までの決勝でキレだと思ってたのに。ジャンプみたいな変な引き伸ばしもなく、試合がサクサク進むのは好印象。暑苦しさは100倍。ライダーマンが V3 に勝つとは予想外だった。決勝はライダー vs ライダーマンになるのか。最高だった。ゆりこ先生のツッコミいちいち吹く。
しかし JK の顔面にマジパンチとかそのものの濃キスシーンとか子供には見せられんな。みんな狂気の方向性が微妙に違う。微妙レベルだが。ユカリス唯一改造されてるのに一番弱くない？そもそもショッカーの戦闘員って竹谷橘のおやすさんにも負けてるし、出自考えるとユカリスが一番本当のライダーに近いのか。そうにゅうかよかったな。1話あたり何リットルシル出してるんだろう。なんで戦ってるのかが忘れてしまった。確か誰が一番ライダーなのか決めるんじゃなかったっけか。こんな気合い入れてアニメ化するとは思わなかった。ライダーマンのキックってすごいレアだな。いや本物じゃないけど。ライダーが足りないって何なんだよ。お前にはライダーが足りない。ライダーが足りていないってことだ。ユカリスってたまにブサイクになるよね。ライダーマンって戦ってるとこ見たことないんだけど、合気道ではないんだよね。ライダーキックやパンチは実際やったことあるん。 V3 本編にはないけどスカイライダーではライダーキックやってたぞ。ゆりこさんボロボロになってたけど、職場行ったら変な迎えされるんじゃ。まあ格闘技やってるくらいは知られてるんじゃ。なんでライダーマンなんだよ。からの死ぬ場面で思い直すのはあるある。ライダーマンはかっこいいからな。実際後年になって見直されたキャラだと思うライダーマン。子供の頃は微妙に弱いから嫌われがちだし。俺も大人になってライダーマンの良さに目覚めた。だいたいそんなもんよ。2号 X アマゾンが欲しいところだ。アマゾン担当は社会的に危うい感じになりそうだ。なんでここまでやってくれるんだ。スタッフのライダーが足りてるから。ユカリス戦のおっさんが変質者すぎる。しかもライダーぼっこ的な欲求なのがまた。相手は本物ショッカーだからな。制作側のモチベーションがノリに乗ってるってのが画面越しに伝わってくるもんなんだな。なんか情念みたいなものを感じるぜ。 V3 の中の人が協力してくれてるのもすごいよな。こんなフィジカルモンスターの異常者4人相手にできるってことは怪人って相当強いんだな。攻撃力がカンストしてるからでかいババアでも貫通したりしちゃうし。1話まるまる大人がライダーごっこしてるだけで終わった。熱すぎて見てる方のカロリー消費がヤバすぎる。宮地博士使いまくりやな。笑い。ツッコミ役だった先生が戦うから代わりとしてユカリスが起こされたんだな。今回もついバトルだった。ギャグとシリアスのギャップも最高でした。ほとんど兄弟対決で終わった。贅沢なアニメ化やで。常人でも思い込みのごっこを極めると本物のショッカーにも負けないという教訓。正直タックルも基本は電波投げを中心とした投げ構成だから、今週の合気道戦と似たような流れになるんじゃないか。っていうか現状構成で投げキャラ2人ってどうなん？仲間内で戦いすぎてベストコンディションでショッカーと戦えなさそう。すごいはずなのにこんな意味不明な戦いを初めて見た。ライダーを叫び泣きながら戦ってる。結構長いこと半やってるけど、ああは絶対なれん。僕のライダーマンをこのタイミングで流すの熱い。選曲しているのが監督なのか音響監督なのかわからないけれど最高。ちなみにライダーマンは X で上圭介のパートナーとして復活する予定だったが、電人ザ・ボーガーの撮影が入り実現しなかったとか。東島のユカリスへの豪快な男女平等パンチに笑ったけど、すぐさま2人の世界に浸る三つ葉とユカリスも面白すぎる。そりゃ一応も2人にツッコミパンチを入れますわ。そしてただのコスプレ男たちの戦いのはずなのに普通に熱くてかっこいいのは何なの。やばいな神回だよ。V3 や眉間の俺でも知ってるあの曲が流れる。気合入りまくりの作画に声優の熱演。どの部分上げても何回でも味がするシーンばかり。ハイちゃんの演技好きなんだよな。そして次回、あ、ゆりこさん美しいんじゃ。ライダー V3 対ライダーマン。馬鹿らしいけど熱い兄弟対決だった。お互いに最高ライダーを見させてもらったよ。回想の再現、BGM と変わらずの粋な演出、リスペクトも素晴らしいね。最高すぎる。毎週かっこいいエンドカード。 V3 かっけえ。エンドカードが毎回かっこよすぎる。ガチかっこええな。ブレン・ラガンの神並提案。
最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。